のささやきの朗読やあの旅館に泊まった夜のことは今でも思い出すと背中が重くなる。仕事の出張で山奥の温泉街に行った時の話だ。観光地というより昔ながらの静かな温泉街で、夕方になると人通りもほとんどなくなる。会社が予約してくれていたのは川沿いに建っている古い旅館だった。大きくはないが木造の建物で、玄関に入ると木の匂いがする。おかみに案内されて2階の奥の部屋に通された。お風呂は1階の奥です。庭に露天がありますので、よかったらどうぞ。そんな説明を受けて荷物を置いた後、俺は少し旅館の中を歩いてみることにした。廊下は静かだった。古い木の床が歩くたびに小さくきしむ。廊下の突き当たりにガラス戸があった。そこから庭に出られるようになっている。外に出ると夜の空気がひんやりとしていた。小さな庭で石灯籠が一つ。その奥に露天風呂があるらしく、湯気がうっすらと見えた。だがその手前にもう一つ気になるものがあった。それは古い井戸だった。石で囲まれた小さな井戸。木の蓋がしてあって、上には錆びた滑車がついている。今は使われていないのはすぐに分かった。ただ、なぜかその井戸の周りだけ地面が濡れていたんだ。今日は雨なんて降っていないし、庭の他の場所は乾いているのに、井戸の周りだけが黒く湿っている。近づいてみると、蓋の隙間からひんやりとした空気が出ていた。その時だった。後ろから声がした。その井戸、覗かない方がいいですよ。振り返ると、中屋の女性が立っていた。40代くらいだろうか。浴衣姿で湯上がり客のタオルを持っている。俺は少し笑って言った。え？使ってない井戸ですよね。中井はすぐに答えなかった。井戸を見てから俺を見た。それから小さく言った。昔、落ちた人がいるんです。え？事故ですか？そう聞くと中井はゆっくりと首を振った。そして少し間を空けてからこう言った。中から引っ張られたそうです。冗談だと思った。山の旅館だし、そういう話の一つくらいあるんだろう。俺は笑って、じゃあ、覗かないようにしますね。そう言ってその場を離れた。ただ部屋に戻ってからも、なぜか井戸のことが頭に残っていた。布団に寝転んでいると、庭の方から小さな音が聞こえてくる。水の音だった。ポタッ、ポタッと井戸の水が落ちるようなゆっくりとした音。最初は気にしなかった。けれど、夜が深くなるほどにその音ははっきりと聞こえてくる。ポタッ、ポタッ、ポタッ。その音に混じってもう一つ、水をかくような音が聞こえ始めたんだ。まるで井戸の底で誰かが手を動かしているような音だった。夜中の2時くらいだったと思う。ふと目が覚めた。理由はすぐに分かった。あの音だ。庭の方から聞こえていた水の音がさっきよりはっきりと聞こえてくる。ゆっくりとした水滴の音。ただそれだけではない。今はもう一つ混じっているんだ。ザブ、ザブと水をかくような音だった。最初は誰かが露天風呂に入っているのかと思った。だが音は風呂の方ではない。井戸の方から聞こえてくるんだ。
俺は布団の上でしばらく耳を澄ましていた。音は止まらない。むしろさっきより近く感じる。ザブ、ザブ、と井戸の中で誰かが水をかいている。そんな想像が頭に浮かんだ瞬間、さすがに気味が悪くなった。俺は起き上がり、カーテンを少しだけ開けた。庭が見える。石灯籠の明かりがぼんやりと地面を照らしている。その奥に井戸。最初は何も見えなかった。ただ井戸の周りだけ黒く濡れているんだ。その時だった。井戸の木の蓋がゆっくりと動いたんだ。カタン。音は小さい。でも確かに動いた。俺は目を凝らした。蓋がほんの少しだけずれている。誰かが中から押したみたいに。次の瞬間、井戸の中から白いものが出てきた。最初は布かと思った。だが違う。それは人の手だった。水で濡れた細い手。指が井戸の縁にかかる。そしてもう片方の手も出てきた。井戸の中から誰かが上がろうとしている。俺はカーテンを閉めようとした。その時はっきり見えてしまった。井戸から出てきたその手は、井戸の縁を掴んだまま動かなかった。まるで誰かを待っているかのように。そして次の瞬間、その手がゆっくりと持ち上がった。井戸の中からではない、庭の方に向かってまっすぐ。そして俺の部屋の窓に向かって呼ぶように手招きをしていた。俺は思わずカーテンを閉めた。心臓の音がうるさい。さっき見たものが頭から離れなかった。井戸から出てきた手、そして窓に向かってゆっくりと動いた指。あれは確かに俺を呼んでいた。気のせいだと思おうとした。山の旅館だ。暗い庭を見て錯覚しただけかもしれない。俺はそう思いながら布団に潜り込んだ。だが数分もしないうちにまた音が聞こえ始めた。ポタッ、ポタッと水滴の音。そして、ザブ、ザブ。今度はさっきより大きい。まるで水の中から何かが上がってくるような音だった。その時、コンと小さな音がした。俺の部屋の窓だった。コン、また鳴った。何かが窓を叩いている。俺はゆっくりと顔を上げる。カーテンの向こうに人影が見えた。庭に誰かが立っている。背の低い影。髪が長くて顔は見えない。ずぶ濡れのまま窓のすぐ外に立っている。そしてまたコンと窓を叩いた。そしてゆっくりと腕が上がる。その手が窓ガラスにぴったりと張り付いた。水で濡れた手形が広がり、そのまま指がゆっくりと曲がった。掴むように。その瞬間、ガタンと窓が大きく揺れた。外からものすごい力で引っ張られた。俺は反射的に布団から飛び起きた。だが次の瞬間、足首に何かが絡んだ。冷たい、水に浸かったような手。見下ろすと、布団の中から濡れた腕が出ていた。井戸の水の匂いがした。腕は俺の足首を掴んだまま、ゆっくりと布団の奥へと引きずり込もうとしている。俺は必死に足を振った。叫びながら布団を蹴り飛ばした。その瞬間腕は離れていった。俺は朝になるまで一睡もできなかった。そして夜が明けてすぐその旅館を出た。帰り際玄関でおかみに聞いてみた。庭の井戸のことを。おかみは少し黙ってからこう言った。昔、宿泊のお客様が一人いなくなりましてね。井戸の中から見つかったんです。
それだけ言っておかみは話を終わらせた。ただ帰る直前、庭をもう一度見たとき、俺は気づいてしまった。井戸の木の蓋、そこに新しい手形がついていた。水で濡れた人の手の跡、それが二つ並んでいた。一つは小さい、もう一つは俺の手と同じ大きさだった。あれは3年前の秋、会社の連中と4人で山の温泉旅館に泊まりに行った時の話だ。観光というより、ただの息抜きだった。町から車で2時間ほどの山奥にある小さな旅館。古いが雰囲気は悪くない。川が近くを流れていて、夜になると水の音だけが聞こえてくる。俺たちは部屋に通されて夕飯を食べ、酒を飲みながら雑談をしていた。その時旅館の主人がこんなことを言った。裏山には入らないでくださいね。笑いながら言っていたが、声は妙に真面目だった。俺が理由を聞くと、主人は曖昧に答えた。昔から迷う人が多いんですよ。それだけ言ってすぐ話題を変えた。だがその話を聞いた瞬間、同僚の一人が面白がった。そいつの名前は坂本。酒が入るとこういう話を試したがるタイプだった。なあ、ちょっと言ってみるか。そう言い出した。最初は誰も本気にしていなかった。だが夜11時を過ぎた頃、坂本は本当に立ち上がった。裏山、ちょっと見てくるわ。もちろん俺たちは止めた。山だし、夜だし、危ないと思った。だが坂本は笑って言った。すぐそこだろう。5分で戻る。そう言ってスマホのライトをつけて部屋を出て行った。旅館の裏口から山へ入れるらしい。最初は冗談だと思っていた。だが10分経っても、20分経っても、30分経っても、坂本は戻ってこなかった。俺たちはさすがにおかしいと思った。すかさず電話をかける。だが出ない。俺ともう一人で裏口まで行った。扉の外は真っ暗だった。山の木が密集していて、ライトがないと何も見えない。坂本！何度か呼んだ。だが返事はなかった。その時奥の方から足音が聞こえてきた。ザッ、ザッと落ち葉を踏む音。誰かが山から降りてくる。ライトを向けてみると坂本だった。ただ様子が少しおかしかった。服が泥だらけだったんだ。それに顔が妙に白い。俺が言った。お前、どこまで行ってたんだよ。坂本はしばらく黙っていた。そして小さくこう言った。山の中に家があったんだ。旅館の裏山に家なんてない。そう思った瞬間、坂本は続けてこう言った。人もいた。その言い方が少し変だった。まるで人ではないものを見たみたいな声だった。坂本は部屋に戻ってきてもしばらく黙ったままだった。さっきまで酒を飲んで騒いでいたのに、まるで別人みたいに静かになっていた。俺がもう一度聞いてみた。山の中に家ってどういうことだ？坂本はしばらくうつむいたままゆっくりと話し始めた。山道を少し上がったら明かりが見えたんだ。真っ暗な山の中で家の明かりだけが見えたらしい。旅館の明かりとは方向が違う。
山の奥だった。坂本はそれを見て近づいた。最初は民家だと思ったらしい。だが、近づくほどに変だと思ったという。家は古かった。木でできた小さな家。山小屋みたいな形だった。だが、窓から明かりが出ているのに、周りに人の気配がなかったそうだ。そして坂本は家の前まで行った。玄関の戸は少し開いていて、中から声が聞こえたらしい。ボソボソっと誰かが話している声。坂本は思わず中を覗いた。その瞬間、家の中にいた全員が一斉に坂本の方を見たらしい。5人くらい座っていた。いろりみたいな場所を囲んで、全員無言で。そして坂本はそこで違和感に気づいた。顔がよく見えなかった。明かりはあるのになぜか顔の部分だけ暗かった。目も口も見えない。ただ人の形だけがある。坂本は怖くなってその場を離れたらしい。それで走って山を降りてきた。そこまで話すと坂本は黙った。部屋の空気が重くなる。誰も笑えなかった。その時坂本が突然言った。あれ、ついてきてるんだ。俺たちは顔を見合わせた。何が？そう聞くと坂本は窓の方を見た。旅館の裏山の方角。そしてゆっくりと言った。山から降りてきてるんだ。その瞬間、コンと窓が小さくなった。全員がそっちを見る。窓の外は暗い。だがガラスの向こうに何かが立っていたんだ。背の低い影。じっと部屋の中を見ている。坂本が震えた声で言った。あいつ、家にいたやつだ。その時俺たちは気づいた。窓の外の影、顔がなかった。窓の外の影は動かなかった。ただガラスの向こう側で立っている。街灯もない裏には、月の光だけでぼんやりと輪郭が見える。人の形。だが顔の部分だけが暗い。何もないみたいに。さっきまで話していた山の中の家。そこにいたやつと同じだと言った。誰も冗談だとは思えなかった。窓の外の影はじっとこちらを見ている。いや、見ているはずなのに顔がないんだ。その時、コンとまた窓が鳴った。今度は少し強く、コン、コン。窓を叩いている。そして坂本が小さく言った。入れろって言ってる。次の瞬間、窓の外の影が増えた。一人じゃない。二人、三人。気づいた時には窓の外に何人も立っていた。全部同じ形。顔のない人影。山から降りてきたんだ。坂本は突然立ち上がった。そして窓の方に向かって歩き出した。俺たちは慌てて止めに入る。おい、何やってんだよ。だが坂本は俺たちの手を振り払った。目の焦点が合っていない。そしてこう言った。いや、呼んでるんだ。坂本はそのまま窓を開けた。冷たい夜の空気が部屋に入る。外の影たちは動かない。ただ坂本を待っている。そして坂本はゆっくりと外に出た。そして影の中へ歩いて行った。俺たちは慌てて追いかけた。だが坂本はもうそこにはいなかった。裏庭には誰もいない。影も消えていた。
ただ、裏山へ続く暗い道だけが残っていた。その夜旅館中で坂本を探した。だが見つからなかった。警察も来てくれて山を捜索した。そして3日後、坂本は見つかった。旅館の裏山の途中で木の根元に座ったまま。ただ、坂本の顔を見て警察も言葉を失った。目が合っていなかった。口も開いたまま。そして坂本はずっと同じ言葉を繰り返していたそうだ。まだ席が空いてる。まだ席が空いてる。まだ席が空いてる。あの夜坂本が言っていた山の中の家。いろりの周りに5人いたと。警察が見つけた坂本の場所。そこには焚き火の跡が6つ並んでいた。そしてもう一つだけ。新しく火を起こした跡が残っていたそうだ。あの橋のことを知ったのは旅館の主人からだった。3年前の冬、俺は一人で温泉街に泊まりに行った。仕事が続いていて疲れていて、とにかく静かな場所に行きたかった。その温泉街は山の奥にあって観光客も少ない。小さな川に沿って古い旅館が何軒か並んでいるだけの場所だった。俺が泊まったのはその中でも一番古そうな旅館だった。木造3階建て。廊下も階段も歩くとギシギシとなる。夕飯の後風呂に入って部屋に戻る途中、廊下で主人に会った。70歳くらいの男。世間話をしているうちに主人がふとこんなことを言った。夜は橋の向こうには行かない方がいいですよ。俺は聞き返した。橋ですか？主人は窓の外を指さした。旅館の裏を流れる川。その少し下流に古い橋がかかっている。昼間、旅館に来る途中で見た。ただの古い橋にしか見えなかった。俺が理由を聞くと、主人は少し黙った。それからゆっくりとこう言った。渡ると戻らない人がいるんですよ。思わず笑いそうになる。よくある階段だと思った。だが主人だけは真顔だった。昔からなんです。橋を夜に渡ると帰り道で事故に遭う人が多い。不思議なくらい続いているんです。そう言って主人は話を終わらせた。部屋に戻ってもその話が頭に妙に残っていた。窓から外を見る。川の向こうにあの橋が見える。街灯が一つだけ立っていて、その下に橋がぼんやりと浮かんでいる。夜11時くらいだった。雪がうっすらと降っていた。橋の上には誰もいない。ただ、その時ふと思った。渡ったらどうなるんだろう。怖いというより確かめたくなったんだ。俺はコートを着て旅館を出た。雪は弱かった。川の音だけが聞こえる。橋まで歩いて1分くらい。目の前に来ると昼間より古く見えた。木の板が黒くなっている。踏むとギシッと音がした。橋の真ん中まで来たとき、向こう側に人が立っているのに気づいた。女だった。白い服で長い髪。橋の向こうにじっと立っている。そして俺と目が合った瞬間、女はゆっくり橋の向こうへと歩いていった。まるで、こっちに来い、そういうみたいに。女の後ろ姿はすぐに暗闇に溶けた。
橋の向こうは街灯がなく、川沿いの細い道が続いているだけだった。俺は橋の真ん中で立ち止まった。さっきの女、旅館の客だろうか。だがあの時間に一人で橋の向こうへ行くのは少し不自然だった。雪はまだ静かに降っている。橋の板の上にうっすら積もり始めていた。その時気づいた。橋の向こう側の雪の上に足跡がある。それは裸足の足跡だった。小さくて細い足。雪の上にはっきりと残っている。それはさっきの女のものだった。ただ妙だった。足跡は橋の向こうへと続いている。だが、橋のこちら側には一つもないんだ。つまり、女は橋の向こうから来ていない。どこからか突然そこに立っていた。そう考えた瞬間、背中が重くなった。橋を渡りきるか、戻るか、ちょっとだけ迷った。だが結局俺は橋を渡ってしまった。ここまで来たのに戻るのも変な気がしたからだ。橋の向こうに出る。川の音がだんだん大きくなり、道は細く、街灯もない。雪が地面を白くしている。そしてあの足跡。裸足の足跡が道の奥へ続いている。俺はその後を追うように歩いた。十数メートルほど進んだ時だった。突然足跡が止まった。雪の上でぷつりと消えている。その場で終わっていたんだ。まるでそこで人が消えたみたいに。ギシッという音。橋の音だった。誰かが橋を渡っている。俺は振り返る。雪の中で橋の上に人影が立っていた。白い服の女。さっきの女だった。だがさっきと違う。今度は橋の真ん中に立っている。そしてこちらを見ている。そのままゆっくりと腕が上がり、指がこちらを指した。俺に向かって。その時背後でもう一つ音がした。雪を踏む音。俺はゆっくりと振り返る。道の奥、暗闇の中に同じ女がもう一人立っていた。道の奥に女が立っている。白い服、長い髪。さっき橋の向こうに歩いて行った女と同じだった。俺はゆっくりと振り返る。橋の上にも同じ女が立っている。つまり、前にも後ろにも同じ女がいるんだ。雪の中で二人とも動かない。ただこちらを見ている。いや、見ているはずなのに、顔がよく見えなかった。髪が垂れて、表情が隠れている。俺はその場から動けなかった。橋に戻るか、奥へ進むか。どちらにしてもあの女の横を通ることになる。その時、奥に立っていた女がゆっくりと歩き始めた。雪を踏む音がする。ギュッ、ギュッ、と俺に向かってくる。同時に橋の上の女も歩き始めた。こちらへ挟まれる形だった。俺は反射的に走る。橋の方へ。とにかく旅館へ戻ろうと思った。橋に飛び乗り、木の板が大きくなった。ギシ、ギシと雪で滑る橋を必死に走る。背後で足音が聞こえた。裸足の足音。橋の上をすぐ後ろで誰かが走っている。俺に振り返る勇気はなかった。その時旅館の明かりが見えてきた。あと少し。その時だった。足元で大きく音が鳴った。橋の板が折れたんだ。俺の体はそのまま落ちた。冷たい水に叩きつけられる。川の流れが強かった。
俺は必死に岸へ上がろうとした。その時、水の中で足をつかまれた。冷たい手だった。下から何かが俺の足を掴んでいる。引きずり込もうとしていた。俺は必死に暴れて岩にしがみついた。なんとか岸に上がった時、俺の足首にははっきりと手形が残っていた。青黒い指の跡だった。あれから3年、俺は今でも右足を引きずって歩いている。骨は折れていない。だが足の感覚が戻らないんだ。医者は原因がわからないと言った。ただあの旅館の主人は最後にこう言った。橋を渡った人はね、だいたい何かを持って帰るんですよ。俺はその意味を最近知った。冬になると右足が冷たくなるんだ。まるで氷水にずっと浸かっているみたいに。そして夜中布団の中で濡れた手が俺の足首を探しているんだ。